んにちは。3S 柏スタジオの江原です。幼児の姿勢と運動能力の関係性という内容の論文を今から発表させていただきます。では1番、序論。近年、日本の子どもの体力や運動能力の低下が大きな関心事になっています。その理由として主に3つの理由が考えられます。まず1つ目としては生活が便利になっていることです。現代は科学技術の飛躍的な発展などにより生活が便利になり、歩くことをはじめとした体を動かす機会を減少させています。例えば自動車やバス、電車など交通面での普及により目的地まで短時間でたどり着くことができ、スムーズに移動できる手段があります。しかし同時に人間の歩く機会を減らして体力の低下にもつながっています。また電化製品の普及により家事をしなくなったのも体力が低下した一つの原因として考えられています。2つ目は子どもにとって大事な3つの間が減少していることです。3つの間とは空間、時間、仲間のことです。まず空間です。都市化に伴う空き地の減少などにより子どもがのびのびと外で遊べる空き地などがなくなっていることです。次に時間。塾やお稽古で忙しい毎日を送っているため遊びに避ける時間がないことです。最後は仲間。平日の放課後に遊びたくても自由な時間が取れないので友達と時間が合わず仲間を作りにくくなっています。少子高齢化により兄弟の数が減り、スポーツや外遊びを一緒にする身近な子どもが減少しているのも一つの原因だと考えられます。この3つの間の減少により外遊びをすることが難しく、逆にテレビゲームなど室内で遊ぶことが多くなります。この結果、姿勢の悪い子どもや体の一部が未発達のままの子どもが多く見受けられます。そのため小学生で肩こりを訴える子どもも少なくありません。姿勢が悪いまま大人になってしまうと慢性的な肩こりや腰痛が起こり、生活が困難になる体になる可能性があります。3つ目は子どもを取り巻く社会の変化です。空間の減少に関係しているところもあるのですが、凶悪犯罪の増加によって安全に外で遊ぶことが難しくなってきています。また習い事としてスポーツをすることがあり、体力、運動能力が高い子どもと低い子どもの格差が広がっているともに運動能力が低い子どもが増加しています。このことはスポーツクラブや部活動などで運動をする子どもとほとんどしない子どもの二極化傾向が指摘されていることと無縁ではないかと思われます。さらに近年の人々たちの傾向として人を知識の量で評価しがちであるため、子どもへの外遊びやスポーツの重要性を軽視する傾向にあります。幼児にとって体を動かして遊ぶ機会が減少することは、その後の児童期、青年期への運動やスポーツに親しむ資質や能力の育成の阻害にとどまらず、意欲や気力の減弱、対人関係などのコミュニケーションをうまく構築できないなど、子どもの心の発達にも重大な影響を及ぼすことにもなりかねません。このような状況を踏まえると、主体的に体を動かす遊びを中心とした身体活動を幼児の生活全体の中に確保していくことは大きな課題です。目的です。幼稚園教諭時代に姿勢のいい幼児の特徴として運動能力、集中力、理解力などさまざまな能力が高いと感じてきました。今回は運動能力について検証し、3S の使命である体育の習慣を浸透させるには幼児期からの姿勢教育が大切であることを示していきたい。3、方法です。対象は千葉県の警視幼稚園に在籍する4歳児31名です。事前に園長とクラスの担任には調査内容を説明して承諾を得ました。運動能力の測定は2016年11月から2017年2月にかけて幼稚園の保育時間に実施しました。運動能力の項目は25メートル走、テニスボール投げ、そして前屈と姿勢チェックです。
運動能力の測定は毎月1回行い、その間対象クラスの幼児には 3S が推奨する姿勢の形、ランプアーチを毎日担任が指導しました。なお、担任には事前にクラスの担任にはランプアーチの指導を行いました。調査の結果です。姿勢が良いグループと悪いグループで前屈と25メートルの差に大きな差が見られました。前屈に関しては姿勢の良いグループが11月では 3.9 センチだったのが2月には 6.8 センチになり 2.9 センチ変化しました。一方、姿勢の悪いグループは12月では 2.2 センチだったものが2月には 6.2 センチになり4センチ変化しました。伸び率は姿勢の悪いグループが高かったものの、姿勢の良いグループは11月の段階で姿勢の悪いグループに比べて1センチの違いがあったので、2月の結果がこうなったのかと思います。25メートル走に関しては、姿勢の良いグループが11月の時点では 7.12 秒だったのが1月には 6.8 秒になって 0.32 秒速くなっています。一方、姿勢の悪いグループでは 7.51 秒だったものが1月には 7.25 秒になり 0.26 秒速くなっています。25メートル走でも11月の段階で姿勢の良いグループの方が数値が良く、伸び率も姿勢の良いグループの方が良いという結果になりました。ボール投げに関しては、姿勢の良いグループと姿勢の悪いグループを比べて特には違いはありませんでした。さらに驚く発見がありました。記録を見る限り、男児の平均よりも女児の平均の方が変化が大きかったのです。特に25メートル走では女児の方が男児よりも 0.27 秒も変化の割合が多くなりました。今回、姿勢指導した幼児と全国の幼児とで25メートル走の伸び率を比較しました。記録の期間を等しくするために姿勢指導した幼児は11月から2月までの記録の伸びを、全国の平均は4歳後半から5歳前半までの記録の伸びを2で割りました。すると、姿勢指導した幼児の方が男児で 0.095 秒、女児は 0.36 秒、全体として 0.242 秒速いという結果になりました。また、姿勢の良いグループ、悪いグループどちらとも全国平均の伸び率を上回ったことにも注目できるかと考えております。姿勢指導を行った後、姿勢指導した園児の保護者と教師を対象にアンケートを行いました。その結果、以下のような回答結果となりました。保護者の感想。家でも子どもが姿勢を整える掛け声をやるので一緒にやっている。自分自身も少し気にするようになった。兄弟と比べると今園に通っている子が一番姿勢が良いと思うなど、こちらに書いてあるような結果をいただきました。そして教師の感想です。特に注目していただきたいのが3歳児の担任が書いた感想なんですが、3歳児意欲、集中力、生活力、すべて姿勢につながることを目の当たりにした1年。3歳児の場合、言葉に伝えるのは難しいので、身近な大人がモデルを示すことが最も有効だと感じた。そうなると幼稚園だけでの取り組みだけでは難しく、保護者との意識の姿勢が伝わらないと子どもの姿勢は変わらない。せっかく良くなっても長期の休み明けになると悪い姿勢に戻るというほど悪くなるのはあっという間。4歳はこちらのようなことになっています。5番、考察。今回の検証では、軽視幼稚園4歳児1クラス31名を対象に姿勢指導を行い、姿勢と運動能力との関係を検討することであった。その結果、以下のことが明らかになりました。幼稚園での保育中での指導をした結果、姿勢、前屈25メートル走、テニスボール投げのすべての測定で変化が見られました。個人差はあるほか、初回よりも最終回の方が高い記録を出す幼児が多いことが確認されました。特に姿勢が良いグループは姿勢の悪いグループに比べて成績が良かったです。ボール投げの結果に違いがなかったのは、幼児の段階では姿勢の良い悪いではなく、投げ方を知っているか知らないかという問題になるため、このようになったと考えられます。また、各種目で伸び率の差があまりないこととして考えられることとしては、
全体として全国平均よりも結果が高かったことから、姿勢が悪いグループに分けた幼児も結果的に姿勢は良くなっていないが、姿勢指導を繰り返して受けていることにより運動能力が上がっていると考えられます。そして女児の結果が男児より良くなっているのは、男児に比べ女児の方が姿勢の良くなった子が多くなっていたからだと考えられます。幼児の発達は男児より女児の方が早く、担任の話や指示の理解ができ、姿勢を正す習慣が身につきやすかったものと考えられます。幼児期における運動の意義として文部科学省は、1、体力・運動能力の向上、2、健康的な身体の育成、3、意欲的な心の育成、4、社会的応力の発達、5、認知的能力の発達というふうに説明しています。つまり文部科学省の方針としても打ち出されているように、体を動かすことは幼児にとって大事であると考えられます。幼稚園教諭をしていた経験として、体をよく動かす幼児としつけの身についている幼児は意欲的で生きる力やメンタルが高く、反面体をあまり動かしてない幼児としつけの身についていない幼児は消極的で生きる力やメンタルが弱いと感じています。幼児を教育する上で、遊びの中で幼児が体をよく動かす機会を十分に保障することが重要であると考えます。また、今回の結果や幼児の保護者、教師のアンケートを通して、姿勢をしつけの一つとして扱う必要性を感じました。課題です。今回の課題として、実施時間が短かったため、より長期的に見て結果の考察が必要であることを感じました。その際、今回は姿勢指導した幼児だけで運動能力の伸び率を比較しましたが、姿勢指導をしなかった幼児と比較することで、より説得力のある結果になったと考えられます。また、担任自身の姿勢への関心が薄いため、園児への姿勢指導が充実しなかったことが考えられます。さらに、今回の指導は幼児ということもあり、ランバーアーチのみを行いました。その結果、S 字湾曲は作りやすかったのですが、頸椎の湾曲にはつながりにくかったので、サービカルアーチも必要であると考えます。結論。調査結果から姿勢の良い幼児は運動能力、特に柔軟性と瞬発力に関して姿勢の悪い幼児より能力が高いということが証明されました。また、姿勢指導を行っていくことで、まだ正しい姿勢が身についていない幼児も運動能力が上がることが分かりました。姿勢が良くなることにより、運動能力が向上するということは、幼児のタイプを考える上で、運動する環境、特に遊ぶ環境を整えることはもちろんのこと、大人が正しい姿勢を幼児たちに伝えていくことが重要です。3歳児で入園するときには良い姿勢の幼児も多いですが、卒園していく頃になると姿勢が崩れていく幼児が多いことを考えると、誕生してから二足歩行を行うまでに発達して身についた姿勢を崩さないという正しい姿勢を維持する能力を培っていく必要があります。そのためには教師が正しい姿勢とはどんなものかを理解し、正しい姿勢を身につけ、幼児のモデルになることはもちろんのこと、姿勢指導ができることが望ましいと考えます。また、姿勢を整えることがトイレトレーニングや着替えなどと同じしつけとして親に認知されることも重要であると考えます。しかし、現段階ではその認識がほとんどないので、姿勢を正す重要性を周知させていくことが急務だと考えています。性教育を日本中に広めていきましょう。以上で論文発表を終わります。ありがとうございました。